むっちゃんが泣くっていう感極まっちゃった。大丈夫かよ。40代個人事業主、憧れの地ヨーロッパポルトガルへとうとう移住を果たした我が家。住む家も決まり、ようやく生活が動き出したその矢先、ある大きな問題を抱えていました。娘の学校をかれこれ探して1ヶ月半ぐらいなんですけど、どこも受け入れてくれないんです。ポルトガルの学校は日本と違って9月1日が学校年度の始まり。僕たちが今の家に引っ越した2月はちょうど年度の真っ只中だ。しかもポルトガルでは日本と同じように住んでいる地域ごとにですね、通う学校が決まる仕組みになっています。僕たちは引っ越してすぐその地域を管轄する事務所に何度もメールを送りました。でもなかなか返事は来ない。ようやく帰ってきてもいっぱい子供が溢れてるそうです。それでも義務教育、日本と同じで基本的には学校側もそれをちゃんと受け入れなきゃいけないです。そこで告げられたのは、この地域の学校はやはり受け入れが難しい。代わりに候補としていくつかの学校が挙げられました。それはですね、家からバスで40分から1時間ほどかかるかなり遠い学校だった。ただでさえ言葉の通じない環境下で初っ端から1時間のバス通学は負担が大きすぎる。しかしここで思いがけない方が歩み寄ってくれる。それが大家さんのマリア。そう、僕が今借りてる家の大家さん。マリアはで、この家から一番近くの学校ならきっと受け入れてくれる。私が一緒に行って通訳するから大丈夫。きっと一人くらい受け入れてくれるわよ。マリアはこの土地で長いことお医者さんとして従事してる。つまりコネが効く。はい、ということで撮影はできないと思うんですけど、行ってまいります。終わりました。終わりましたね。困ったね。難しいね。コネ、効かす。マリア、かなり頑張ってくれましたが、空きはないの一点張りでした。しかし、1週間後に再度面談の予約は取れました。この時に必要書類を全て揃えて持っていけば、近隣の学校を探してくれるとのこと。今日はこれから、税務署、住所証明、もう何が何だかよくわかんないですけど、とりあえず行って、さあ、今、時刻が8時半、あそこなんだけど、人がもういるな。すごい行列にやっぱり。すごい行列。今、後ろ15人ぐらい並んでるかな。うん。よく分かってないですね。とにかく全てが分かってないんだけど、ことの住所変更した書類がないと学校に入学できない。それはなぜかって言ったら、ここの学区ちゃんと住んでるのかどうかっていう証明がないからですね。はい、今行ってきまして、結果としてはですね、住所証明一応出たんですけど、僕たちの住所じゃないっていうことで、ポルトガルには生活のいろんな手続きで必要になるニフというものがある。日本でいうマイナンバーカードに近いもので、これに紐付けられている住所がポルトガルでは正式な住所証明となる。僕は日本にいる間にポルトガルの代理店を使って2万円の費用をかけてニフを取得していました。家の契約の時に必ず必要になるのがこのニフ。なので移住した時にすぐ動けるようにあらかじめ取っといたわけです。その時はまだポルトガルの住所がなかったので、一時的に代理店の住所を登録していた。なので今回現地で借りた家の契約書を見せれば、僕の住所をポルトガルの家に変更できて、そこからことの住所証明も取れると思っていて、でもここで問題が発生する。契約書を見せて正式にポルトガルに引っ越してこの家に住んでいますと説明しても、それだけでは変更ができず、税務署で言われたのは、大家さん側がこの人に家を貸していますと正式に行政に届け出る必要があるということで、つまりことの住所証明を取りに来たのに、その前にまず僕自身の住所登録を直さないといけなくなったんですね。大家のマリアに手続きをお願いして、その証明書を持ってもう一度税務署に出直すことになります。おはようございます。皆さん、税務署2回目の時刻が8時過ぎてて、9時から整理券取れる人数が限られてるみたいで、今むっちゃんが先に税務署に並んでる状態です。今日こそ住所証明取らないと、明日ことの学校の面談なので、できる限りの書類とかスクショとか全部取りました。よい、 OK？ ビシャ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 。行ってきます。並んでます。後ろも結構並んでます。今日はね、もう全部その書類とかも用意してきたんで、これでいけなかったらちょっと悩っちゃう。今日のパネル、今日やることの断層ですね。整理券をもらう。そこから証明書発行までの流れ、その都度言う言葉ですねと必要書類をこうまとめてます。開きました。戦場に帰ってきたです。外国居住者扱いになってて代理人を使ってるので、インターネット上でできないので、ここじゃないとできないと言われてきてます。 No, but for to come here, you have to make the appointment first. I have documents. I have documents. No, it's to change the address. You have to make the appointment. No, 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 no. 今日用意してって言われている書類は全部用意して、整理券をください。意味がわかんない。今日ひどいわ。整理券すらくれない。とりあえずそこに座ってろって言われて、でもう朝から並んでたのに整理券取れずに終わったっていう。胃が痛くなる展開。僕の住所変更は予約が必要で、しかも別の管轄で手続きしないといけない。さらにことの住所証明を取るには、僕の住所変更を違う管轄でした後、さらに違う管轄でことの住所を変更する必要がある。もちろんそれぞれ別の場所、別の日時になる。何が間違ってるのか、どこで手続きすればいいのか、誰の説明が正しいのか、完全な迷子になった。さらに
に日本から2付取得をお願いした代理店は住所変更には一切対応してくれませんでした。まずこの日僕らは税務署から戻って僕の住所変更、そして琴の住所変更の予約を取りました。番号が必要なの。今ね、その番号を取るためにパパとママ必死でやってる。僕の住所変更は2週間後、琴の住所変更はなんと1ヶ月後しか取れない。明日の学校面談には住所証明が間に合わないことがここで確定します。そこで次の日の学校の面談には今回の事情をまとめた紙と住所変更のための予約を取った証明を持って学校へ行きました。すると結局書類がやっぱりないとダメだし、空きもない。また撃沈って感じか。また撃沈だよ。大変ですね。言葉が通じないっていうところの騒ぎだけではなくてですね、人によって言ってることが違くって振り回される。それが一番厄介だよね。そうだね。こと気分はどうですか？え？そっか。じゃあ歌うか。はい、ここです。超巨大です。大きい。フィナンシャル。一応予約してんだけど整理券取ってって感じだよね。呼び出しモニターの中に I038 が出れば、今結局この番号は必要なかったということで警備員さんに案内してくれます。あんなここで待ってということわけがわかんない。もう人によって全然言うこと違うんだけどいけそうな気がする。あ、オッケーオッケーオッケー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。多分だけど無事取れたっぽいですね。おそらく最後かなと。琴の2付ですね、マイナンバーみたいなもので、これをこれから取りに行きます。これで学校に入るための書類が一通り揃う。長かったです。で、入学したからもワクチン証明だったりとかアポスティーユっていうことが1年生をちゃんと修了してる日本の政府機関がハンコを押した文部省ですねにもう申請かけて、うちの親にお願いしてまた送ってもらってるということで、今日はですねそういうことで行ってまいります。めっちゃ並んでない？え、やば。これ何？忘れ物ないね。ないね。行こやばい。すっげえ人。うわ、この人。Es señor Epas Finanças, está bem? My colleague will guide you. My colleague guide you to finance office. わかんない。まあ、あの人に見せればいい。また。あ、フィナンシャス。なんつったの？アクアドトラディションで消え。今、むっちゃんが何さっき言ってたんですかって聞きに来ました。今多分ここで待てみたいな感じだったんですけど、人の数がやばいです。めちゃくちゃ。もう移民が溢れてて、この移民局が機能してないって聞いてたんですけど、これ見ると本当そうですね。I need birth certificate that she was born from mother and father to make connections for you or her to sign. 出生証明書。琴の住所証明を申請するのには本人のサインが必要でした。でも娘はまだ未成年です。なので親である僕か妻が代わりにサインをする必要がある。ここまでは分かります。ただその場合、今度は僕たちが本当に琴の親であることを証明しなくてはいけないと言われる。そこで必要だと言われたのが出生証明書です。当然そんな書類は手元になく、途方に暮れる僕たち。またそれらの書類を日本から取り寄せなくてはいけない。しかし妻があることに気づきます。 Like proof father or mother's side. My name. Ah, this is your name? そう、むっちゃんが見つけたのはパスポートの代筆こと本人の名前の下にむっちゃんの名前、母、代筆と書いている。つまりこれは公的機関が認めた代筆の記録ということになる。 Okay. Okay. Can I see your passport? Okay. Okay, so this is your name and okay. きたー、反抗された。やったね。やったね。ニヤニヤが止まらね、ない。今日もう僕はちょっと諦めかけたから、むっちゃんがぐいぐい事務所の中まで入ってって、いやすごいなと思った。取得できました。これで学校申し込みます。おはようございます。学校面談3回目になります。もう完璧だと思います。できることやりましたので、用意書類はもう完璧。緊張してます。まあこれがちゃんと準備されて話が進んでいくことを祈ってます。はい。
ということで皆さん書類受理されました。されたんですけども、その受理されてからもう2週間ぐらい経ってるんです。一向に連絡が来ません。結論から言うとですね、プライベートスクールですね、いわゆる私立学校です。そこに決めました。やっぱこのまま待ってたとしてもいつになるかわからない、精神衛生上も良くないなっていうことで、家族全員の私立学校もものすごいいっぱいあるんですね。この10日ぐらいで結構回ったんですね。1個すごいいいとこがあって、先生がすごい良かったんですけど、こともそこに入りたいって言って、私立学校に関しては今回みたいに書類こんなに必要なくてですね、もちろんあっちもビジネスですから、そこは非常に楽でしたね。で今ポルトガルが連休中なんですね。でこの連休明けから通うことにもう決まってます。ことは結構楽しみにしてるんですけど、親の僕たちがめちゃめちゃ心配してるっていう。おはよう。あなたのポルトガルがとうとう始まりますよ。早く給食食べたい。はい。食べて時間ないよこと。もうちょっとやっぱり6時半で起きなきゃダメか。中学2年生のことです。どういうこ何が？と？心境は心境ってどういう気持ち？楽しみ。何が？給食。鏡が見たいお仕事だね。怖い。緊張してきたママ。ということで学校が近づいてきましたので、こと頑張ってね。楽しんできて。はい、今行きましたむっちゃんが泣くっていうなんで泣くの全然泣くとこじゃない。そうなんだけど。感極まっちゃった。楽しそうにしていったからね。でもここから完全なアウェーが、現実がどう感じるかだね。いや頑張れってしか。先生がいい先生だから。本当ね、生徒みんなにチュッチュしてたよね。ねしてたね。いい先生に巡り会えた。きっとうまくいくと思ってます。やっと生活がなんか始まったって感じです。そうだね。3ヶ月、4ヶ月4ヶ月かかったね。通常に戻るまで頑張ります。頑張ります。深い話や裏話はメンバーシップで公開中。デジタルノマドビザを取得しました。世界中のどこでも時間にとらわれず自立して生活できることを証明するビザです。この働き方を実現できたのは動画を使った SNS コンテンツの仕組みを理解したからです。そのからくりと方法をまとめた特典動画を LINE 登録者限定でプレゼント中。それではまた次回の動画でお会いしましょう。小宮でした。ありがとうございました。